アンニョン、パクンです。ケンジさんを招待しております。ケンジさんですね、高校は海外にいて、大学から韓国で、大学以降はまた日本に来て、今はグローバルな会社で働かれているという、珍しいバックグラウンドがあります。今回はですね、なぜ韓国を離れて日本に住んでいるのかを聞いていきたいと思います。まずは軽く自己紹介。皆さんごきげんよう。東京2年目のケンジと申します。どうやって日本に興味を持ったのか。もともと日本に全然興味持ってない人だったんですけど、ずっと高校まで海外で韓国の大学行くために韓国に戻って、軍隊にいるとき、日本の映画を見始めて、そこから日本っていいじゃんと思ったのがきっかけで、この映画を見て、帰りにすぐ本屋さん行って、日本語のひらがなの教科書を買って、帰って日本語勉強始まった感じです。なんていう映画ですか？僕は昨日の君とデートするっていう小松菜奈が大好きなんですけど、おすすめです。どういうポイントに日本っぽいなとか、日本文化らしいなって感じたんですか？この映画が男性の主人公と女性の主人公が住んでる時間が違い。この人は未来に住んでて、この人は学校に住んでる感じで。そこから日本っぽくないですか？そうです。思いました。現実には絶対起これないことをロメンスを入れて、あと小松菜奈さんがめちゃくちゃ可愛くて、すごいな、この人絶対好きになりそうと思って。確かにドラえもんとか日本のアイドルとか独自の世界観があってちゃんと作り上げるっていうのがあると思うんです。日本に行く前は韓国とアメリカに住んでいたと思いますが、はい、先輩の文化とか強いじゃないですか、韓国って。お兄さんが言ってること絶対聞かなきゃダメ。でもアメリカは全然そういうことないし、もし先生がこれしてって言ってもやりたくないんですって普通に言う雰囲気なんですけど、韓国はそういうこと言ったら行儀悪いとか頭おかしい人になっちゃうんで、それが辛かったんですよ。じゃあ卒業して日本に来るようになったきっかけというのは？まずひらがな全部覚えて日本語できるかもと思って休みの日に日本旅行行ったんですよ。で、自信満々で行ったんですけど、何を喋るか全然知らなくて、口から全然日本語出なくてやばいなと思ったんです。この時に日本の女性にどこ行きたいんですけどわからなくて、助けてくださいって言った時に僕が行きたい場所まで案内してくれたとこから、日本人ってマジ優しいなと思って、そこからですね、恋愛が始まったんだよ、その時。日本という国とですか？違います。この人と恋愛が始まったんで。リアル恋愛ってことですか？はい。遠距離してて、日本語が成長が早かった気がします。その道案内から恋愛までのところを教えてください。僕が行きたいと思った場所が博多駅だったんですけど、全然わからなくて、この時インターネットもできなかったんですよ。それで、下手の日本語で、博多駅行きたいなんですけどって言った時に、彼女もちょうど暇な時期だったと思います。で、博多駅まで案内してあげますって言われて、いいんですかになって、博多駅着いたら、一緒に遊びに行きますって言われて、そこからですね。おー、映画みたいな。どうでしたか？そのロマンス映画で見た日本と実際自分がその場所に入ると。よかったんですよ。いろいろ観光客だと絶対知らない場所とかおすすめする居酒屋とかそこも行けたし、あと日本人と付き合うのがこの時が初めてだったんですけど、喧嘩とかあんまりなくて3年くらい付き合って、結局コロナが始まってもうお互いに行く方法がなくて、その時別れたんです。日本に来て感じた日本文化とか人々の雰囲気とか街の雰囲気っていうのはそういなかったですか？街が広くはないんですけど綺麗、あとみんな優しい、あと面白かったのが日本人ってすいませんって言うじゃないですか。一番最初は理解できなかったんですけど、エレベーター乗る前にこの人が開けるボタンを押してるのに僕にすいませんって言って、なんで私が言うことじゃないと思ったんだけど、今もう2年ぐらい住んでて、僕も普通にすいません。何でもすいませんって言っちゃうんですけど、そういうことですね、印象的には。ありがとうございます。次の質問が、なぜ日本に行こうと決めたのかっていうところで、大学卒業して、韓国とかアメリカに戻る選択肢もあったと思います。軍隊終わったらすぐワーホリ行こうかなと思ったんですけど、ちょうどコロナだったし、ワーホリが行けないから普通に仕事始まろうと思って、僕 UI デザインの仕事をしてて、ワーホリのビザが30歳まで使わなきゃダメ。28歳ぐらいになって、そろそろ30になっちゃうんで、やばいと思って、一旦申し込みしたんですけど、日本はデザインが強い国じゃないですか。韓国でやってるデザインってほぼみんなと同じデザインばっかりやってて、つまんないなと思った時にワーホリ合格して、じゃあ日本行っちゃおうと思って、そこから3ヶ月ぐらいもう面接したりとか、応募したりとかして内定もらって、最初はワーホリのビザで日本に入って、すぐ警戒した感じですね。
ビザを。デザインっていうのは日本に来たら違ったのか、韓国と一緒だったのか。韓国と全く違くて、デザインって情報をまとめて分かりやすい、綺麗に見えるようにする仕事じゃないですか。韓国はなんか情報を分かりやすいよりはなんか綺麗に見えるの方がもっと大事にしてる感じ。日本はあんまり綺麗じゃなくてもいいから、情だけ見える方がもっと大事だと思ってるんで、この文字デザイン的には変と思ったんだけど、上司は情報の方が大事だよって言われて、国ってデザインも全然違うなと思いました。確かにありそう。最初は毎日家に帰ってデザインのトレンドとか分析したりとか しました。次の質問はですね、日本に住むことになった。全体的に見れば満足してると思うんですけれども、大変な点もあったと思います。もちろん言語ですね。この時もそんなに日本語ペラペラじゃなかったし、最初入った時に上司が言ってることも、今まで知ってた日本語全然違う。何言ってんのと思って。この時に上司の前では、はい、わかりました。かしこまりましたって言うんですけど、実はもう半分しか理解できなくて、この仕事どうやってするのと思って、仕事終わってすぐ家に帰って、ビジネスの言語とかも勉強しました。怒られたことはありますか？この話面白いんですけど、僕アメリカに住んだじゃないですか。カタカナ英語あるじゃないですか。で、僕は普通にリアルのアメリカの発音ですると、上司から、お前発音が言い過ぎて何を言ってるか全然わかんないって言われて、いじめされてると思ったくらい。例えば、マクドナルドだったら本場では。マクドナルド。あと、UI デザインだったんで、このボタンあるじゃないですか。ボタン？そうです。ボタンって言われて、ボタンって何と思ったんですよ。で、僕がしたデザインを説明するじゃないですか。このボタンはこんな感じにして分かりやすいようにデザインしましたって言って、ボタンって何って、ボタンですよ。ボタンお前の発音言い過ぎて分からないって面白かったんです。みんな苦労しますね。最後なんですが、はい。それにもかかわらず住み続けている理由。東京って公園が多いじゃないですか。シティの真ん中にでかい公園があったりとか、ニューヨークのなんかセントラルパークみたいな。僕が自然とか好きなんですけど、たまに週末とかに公園行ってコーヒー飲みながらなんか本見たりとかしてるんです。あとは生活に余裕があることも好きなところ。余裕があるとは。これ韓国の文化かもしれないんですけど、他の人と比較されること多いじゃないですか。もうこの年になったら絶対家を買わなきゃダメ。家買わなったらお前の人生終わりとか。それが嫌なんですよ。お前そろそろ30歳になるのにまだ結婚しないのとか。結婚するんだったら絶対お金はこんぐらいないとダメだよとか言われるじゃないですか。でも今日本に住んでるし、結婚しなくてもおかしいことではないし、結婚は運命的な人と出会ってしたい時にすればいいし、家も買わなくてもいいと思う人が多いじゃないですか。そこから出るなんか余裕っていうか、比較されないこといいと思います。アメリカも公園があって、あまり比較されないのかなと思ったんですけど。そうですよね。なんか似てるところが多いんですよ。アメリカと日本。でもアメリカは、住みやすくではないんですよ。危ないし、あと、僕は田舎に住んでたんですけど、車ないとどこでも行けない。でも日本は、特に東京は車なしでどこでも行ける CM 多いところが完璧だと思います。本当そうです。僕も東京大好きなんです。遊ぶところあって、上の公園みたいなところもあって、でも危ないと言われる歌舞伎町とかも、アメリカと比べれば治安めっちゃいい方だ。安全ですよ。歌舞伎町全然危なくない。そういう安心さとかあまり比較しない文化、僕も感じていますね。それがないことが一番好きです。というところでインタビューさせていただきました。ケンジさんですね、SNS とかもやられているので、ぜひそちら見てください。僕なんでアメリカから韓国まで来て日本に来たのかなって気になったんですけれども、それぞれの文化の違いがあって、その中で一番日本がフィットしてたっていう話を聞いて、なるほどなと思いました。皆さんはどう思ったのかぜひコメント欄で教えてください。はい、以上、たっくんでした。ありがとうございます。